どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回はアルカディア0式ライトヘビー94後半の解説動画になります。解説としては、このような図解を用いてギミックの理解を深める内容になっております。ですが、この動画が必ずしも最適解ではない可能性がありますのであらかじめご了承ください。それではよろしくお願いします。クロステイルスペシャル。とても痛い全体連続攻撃で、タンク LB さんが必要です。最後の一発か、最初の一発にタンク LB が乗り切らないので、どちらかは軽減する必要があります。LB の撃つタイミングとしては、詠唱が終わるのと同時くらいに撃つと2発目以降に LB が乗ります。2分バーストもあるし、1発目を軽減すればいいので、牽制などは殴れるようになったら即入れちゃいましょう。ウィケットブレイズ。4×4 のエクサフレアの予兆と、ヒーラー対象の連続頭割り攻撃が来ます。ぱっと見はなんか難しそうに感じますが、実は簡単です。まず、東西で44に分かれ、外周側にあるエクサフレアのアンチに行きます。そこで、自分側から見て反対へ向かうエクサが2つあるラインを探し、そこへ行きます。ちなみに一番南のラインは来ないので見なくていいです。MT 側の人たちの場合だったら、ここですね。このままの流れで行くと間違いそうなので、もう一度見ます。ST 組はこのように判断して、ここから南の3列目に移動します。エクサを避けつつ、44頭割りを4回受けます。この時、エクサが終わっても、しっかり頭割りを受け終わってから移動しましょう。ウィケットスペシャル。ボスを見て範囲を判断するギミックです。2パターンあるので比較してみましょう。剣に炎のエフェクトがついていたら外側アンチ、触手からビームが来そうだったら内側アンチです。この後も出てきますので、ここで両方確認しましょう。まずは剣に炎のエフェクトがついているとき、パネルを分けているラインまで範囲が来ます。次に直手からビームのパターンです。範囲はこのラインまで来ます。パネルの半分まで来ているということをここで確認しておいてください。先に進みます。次のギミックのためにタンク2人が前に出て、他の人は中央に集まっておきましょう。マスタードボム。1000の対象者と他の4人に円範囲が来ます。1000は受け渡しができるので、タンク2人が取りましょう。中央に集まり、タンクが前に出ていれば、自動的に1000はタンクにつくと思います。その後、参考例ですがこのように3回します。パネル内での立ち位置は、他の人に範囲をかぶせないように真ん中にいましょう。タンクを含め範囲を受けた人は、非属性耐性低下と、タンクにはマスタードボムのデバフがつきます。円範囲を受けていない人がいると思いますので、その人がタンクと重なりに行き、デバフを受け取りましょう。このデバフはカウント0で爆発し、円範囲を受けます。属性変換。ボスを見て範囲を判断するギミックその2です。ボスの触手を見てください。触手が赤または青と光った順に、フィールドの左右触手から攻撃が来ます。今回は赤で、ボスを見て左、右と順番に光っていたので、左、右と巨大円範囲が来ます。どの場所から来るかというと、フィールドにあるこの赤い点から来ます。左右同じ攻撃が来るので、他の人がいる位置が一番移動が少ないです。青く光ったパターンも見ましょう。触手が光った順に赤い点からノックバックが左右2回来ます。結構飛ばされるので、真横に飛ばされるようにしっかり位置を合わせましょう。アズールサンダー。全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。また、フィールドが円になるように外周にダメージエリアが生成されます。ブラックサバと日没。
全員の足元に大きめの円範囲予兆が出現するので、それを同じところに捨てるために中央に集まっておきましょう。上から降ってきた青い輪っかが降りてきた順に、2体ずつ分身が召喚され、それぞれが反面焼きをしてきます。4分の1のアンチを探し、足元に円範囲予兆が出たのを確認してから移動しましょう。フライングはダメです。遅れて召喚された残りの2体の分身も、それぞれが反面焼きをしてくるので、4分の1のアンチに移動します。2回目着弾と同時に、ボスがロケットスペシャルをしてきます。今回は触手からビームなので内側アンチですね。外周のダメージエリアと分身の反面焼きで、とてもアンチが狭くなっているので気をつけてください。もう1パターンの炎の剣も見てみましょう。同じように中央に集まります。先に召喚された2体の分身の反面焼き予兆を見てアンチに移動します。続いて、後から召喚された2体の分身のアンチに行きつつ、ボスを見て内外アンチを確認します。炎の剣なので外側アンチですね。4分の1のアンチの中で、外側に行きます。このようにアンチはとても狭いので、しっかり外側まで寄りましょう。ブラックサバと夜半、2つのギミックが複合しています。まずは、1つのギミックだけ見ていきましょう。ボスの分身が10時方向と X 時方向に時間差で8体召喚されます。召喚された分身は、翼が生えているか、大砲を持っているかのランダムです。そして10時、X 時の4体は、それぞれが全て同じ種類でセットで召喚されます。分身は、先に召喚された方から翼ならドーナツ範囲を出し、大砲なら中央に向かって直線範囲をしてきます。そして、ボスを見て内外範囲を確認します。触手からビームなので、内側アンチですね。では、最初に戻ってもう一つ来ているギミックを見ていきましょう。分身が召喚されている時に、ボスが周3式ブラスターまたは3周式ブラスターのどちらかを詠唱しています。周3式ならペア頭回りの後に全員に円範囲が来るので3回、3周式ならその逆になります。それを8方向に召喚された分身のアンチでやることになります。翼、大砲の出現次第でアンチが10時方向になったり X 時方向になったりしますし、ペア頭回りはタンクヒラまたは DPS の4人に来ます。このような理由から、分身の間を基本3回としたタンクヒラと DPS が交互になる3回をしています。自分の担当する分身を決めておき、例えばデイ2なら、召喚された種類とブラスターによっては MT とペア頭回りもするし、ST ともペア頭回りをします。いくつか見ておきましょう。まずは、自分が担当する方向に行きましょう。3周式の詠唱から、3回の後ペア頭回りと覚えます。あとは分身の種類と召喚順を見て、X 時から翼、10時から大砲という順番を確認します。ですので、処理法としては翼のアンチで3回し、翼の中でペア頭回りをします。最後、ボスを見て内外アンチを確認し、炎の剣なので外側アンチですね。次、詠唱は周3式なので、ペア頭回りの後、3回と覚えます。分身の召喚順と種類は、10時から翼と、X 時からの翼という順番ですね。ですので、10時の翼のアンチでペア頭回りをし、X 時の翼の中で3回をします。最後、触手からビームなので内側アンチですね。次、詠唱は3周式なので、3回の後、ペア頭回りと覚えます。分身は、10時から大砲と、X 時からの大砲という順番ですね。10時から先に直線範囲が来るので、X 時方向にできるアンチで3回し、今度は X 時方向から直線範囲が来るので、10時方向にできるアンチでペア頭回りをします。あとはボスを見て、内外アンチを確認です。全パターン紹介しているわけではないですが、最後のご紹介です。詠唱は周3式なので、ペア頭回りの後、3回と覚えます。分身は、X 時から大砲と、
十字からの大砲という順番ですね。先ほどと別の言い方をすると、後から召喚された分身のところでペア頭割り、先に召喚された分身のところで3回です。ウィケットスペシャルは、触手からビームなので内側アンチですね。先に進みましょう。ウィケットサンダー。全体攻撃です。属性変換。ボスの触手の色と光る順番を見て、攻撃を判断する技ですね。炎で、順番は右から左です。これは、次の一連のギミックが終わるまで来ないので覚えておきます。火炎切り。中央に直線はみ後、中央のフィールドが壊れて東西の一列が残ります。西に MT 組、東に ST 組になるように移動しておきましょう。剣の雨。分割されたフィールドに、塔が4つ出現します。塔がないと異なりますが、下からタンク、近接、ヒラ、遠隔で入りましょう。そして塔があった場所に剣が刺さります。チェーンライトニング。4本のうち3本の剣にボスから雷の線が来て、その後、反対側に線が伸び、何回か往復します。最終的に帯電した順番に剣から円範2が出ます。帯電しなかったところがアンチになるので、剣を北から順に1234と番号をつけて、その順番を覚えておきましょう。回避位置は、帯電していない剣のフィールドの内まで行きましょう。もし、途中でわからなくなったら、ピクミンする猶予はあります。終わったら、フィールドが元に戻り、覚えておいた属性変換の攻撃が来ます。炎で右から左でしたので、右から巨大円範囲です。チェーンライトニングが終わった瞬間、中央側へ寄っておき、フィールドが戻ったら移動を開始しましょう。遅れると焼かれます。マスタードボム。線の対象者と他の4人に円範囲が来ます。タンクが線を取って、全員3回し、円範囲が来ていない人がタンクのデバフを取りに行きます。特に何も変わっていません。何かあるとしたら、1回目でも言いましたが、動画内の3回ではなく、3回はこちらにしてください。属性変換。触手が水で、順番は左から右です。これは、次の一連のギミックが終わるまで来ないので覚えておきます。アズールサンダー。全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。また、フィールドが円になるように外周にダメージエリアが生成されます。4クラスター。4人ずつポジトロンとネガトロンのデバフがつきます。秒数で分けると長いデバフが4人と、短いデバフが4人います。この後、翼の分身が2体、大砲の分身が4体出現します。先に翼の分身の説明をします。出現した翼の分身は、必ず最初は東西に2体出現し、東西南北に向いている方向に2人用の塔を出します。では、1回目の翼の分身の出現した時の、向いている方向の違いを比較してみましょう。画面左の映像は西を向いていますよね。ですので、塔は東西に出現します。そして、画面右の映像は南を向いています。ですので、塔は南北に出現します。このように翼の分身の向きは、塔が出現する方向を示しています。ちなみに、塔は南北か東西2パターンしかなく、翼の分身は2体出現しますが、同じパターンを示しているので片方を見るだけで良いです。2人用の塔は2つ出現するので、DPS が北または東、タンクヒラが南または西の塔を踏みましょう。そして、塔踏みは2回あるので、1回目は遅いデバフの人、2回目は早いデバフの人が踏みます。次に、4体出現する大砲の分身の説明をします。前半でもやりましたけど、ポジトロン、ネガトロンは逆の色のビームに当たると消すことができます。先に短いデバフ組がビームを誘導します。パーティーで、短いデバフのポジトロンが2人、ネガトロンが2人、誰がどこのビームを誘導するかの優先度を決めないといけないんですよね。どの塔に入るかを、DPS は北から時計で見ていき、タンクヒラは半時計で見ていきます。その順番で大砲のビームの色を見ていき、自分のエフェクトと逆の色のビームを誘導します。ちょうどこれ、天国要素前半のパラデイグマの塔踏みみたいな感じです。そしてビーム誘導の方向と位置についてです。
ビームは一番近い人に向かって撃ってきます。塔が出現していない方向の外周にビームを誘導しましょう。塔が南北ならビームは東西、塔が東西ならビームは南北に誘導します。ですので、ビーム誘導の人も塔がどこに出現するかを見ておかないといけません。そして誘導位置ですが、南北に誘導するならここ、東西に誘導するならここを目印にします。ここは、しっかり外周方向に向くように誘導しないと、味方に当ててしまいます。目印から大砲の分身に少し近づくと、さらに安定すると思います。実際の位置の参考例としてはこのような感じです。さて、長く説明してしまいましたが、実際の動きの続きを見ていきましょう。まずはタンク視点です。早デバフなので、先にビームを誘導ですね。分身が出現するときに、カメラを東西どちらかに向けておき、1回目の東西に出現する翼の分身が、どこを向いているか確認しましょう。翼の分身は東を向いていたので、塔は東西に出現します。ですので、1回目ビーム誘導の早デバフの人は、南北にビームを向けます。タンクヒラは、国星から自分の誘導する分身を確認し、塔が出現しない方にビームを誘導します。この時、目印より少しだけ前に詰めた方が安定します。2人用の塔が着弾した時に、翼の分身も降ってきます。その後、くるって回転して2回目の塔が出現するところを向くので、それを確認しておきましょう。この場合、東を向いているので、2回目の塔は東西に出現します。今のは東西でしたが、南北を向くときどういう風に向くかもちょっと確認しましょう。分身が塔に降ってきて、くるって向いて南北を見ていますので、2回目の塔は南北になります。戻ります。ですが、すぐに自分の担当する場所に行かないでください。ボスがウィケットスペシャルをしてくるのでそれを避けます。炎の剣なので外周アンチですね。1回目成功で安心せず、それを避けてから2回目のビーム誘導や塔を踏みます。早デバフだった人は東西の塔を踏み、遅デバフの人はビーム誘導を南北に誘導します。これで2回目が終わりです。ですが、油断しないでください。結構前に覚えておいた属性変換が来ます。次は DPS 視点です。遅デバフなので先に塔を踏みます。東西に出現する翼の分身の向いている方向を確認します。東西なので東の塔を踏みます。なんかちょろちょろしてますね。多分迷子ですね。次はボスを見て、炎の剣なので外側アンチですね。ここ、東の分身が西を見ているので、ビームは南北に誘導です。ビームの色を見て北東から時計回りに見ていきましょう。誘導する大砲が分かったら、塔は東西なので、ビームは南北に誘導します。さっきのちょろちょろしてたのも見ておきましょうか。DPS は北から。あ、色見てなかった。宿地の精度いいね。とや。初めからちゃんとやってください。はい。剣のないフィールドに斜め、縦と斬撃を3本放ち、最後に1、2、3列目のどれかに横に斬撃を放ちます。そこからパネルより少し太めの直線範囲が派生します。アンチは4箇所でき、そこでペア頭回りをします。結構狭いので、外周切りまで行きましょう。それを3回繰り返したら最後時間切れを詠唱します。今回の霊式は火力チェックが緩いので、練習パーティーでも到達してしまう可能性もあるかもしれません。ペア頭回りもあるので、踏んでしまうと十分崩れる可能性があります。予習でしっかりどこまで範囲が来るのかとかを確認しておきましょう。以上で解説を終わります。もし動画の内容がお役に立てたら、次回動画作成のモチベーションになりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。